はい、皆さんこんにちは。今回は鉄とステンレスのパイプを使用して隙間が狭い場合の裏波の出し方や溶接方法を紹介していきたいと思います。ルート間隔の方は今回鉄刺す同様 1.8mm ぐらい隙間を空けた状態で溶接をしていきます。まず鉄の隙間が狭い場合の裏波の出し方ですが、クレーターは反復で溶接電流は少し高めの 160A にして、溶接棒は 2.4mm を使用しています。溶接方法ですが、今の映像のように電流が高いのですぐにプールが沈んでいきますので、このように溶接棒はつけたままの状態にして一定の量を少しずつ送っていくというのを繰り返していきます。こうすることで隙間が狭くても電流が高いのですぐに裏波は出てくれますし、裏波の高さ自体もこのように溶接棒を規定の量を送ることを続けることで均一した裏波になります。どうしても寸法上隙間が狭くなる場合や現場溶接などで隙間が狭くなってしまっている場合はあると思いますので、その時にこちらの方法を試してもらえば隙間が狭くてもきれいに裏波を出すことができます。この時にきれいに仕上げるコツとしましては、クレーター電流の状態の時も溶接棒はプールにつけたままにするということと、この1層目の裏波を出している時の1層目の幅が広くなったり細くなったりしないようにすることです。あとはアーク長が離れすぎてしまうと溶接棒が途切れやすくなりますので注意してください。それとクレーター電流が 30A や 40A ぐらいあるとクレーター電流で溶接棒が途切れてしまいますので、クレーター電流は 20A ぐらいにしておくと溶接しやすいかなと思います。あとは溶接棒の棒径も 2.4mm が僕個人的には一番使いやすかったので 2.4mm をおすすめします。で、裏波はこのような感じになっています。狭くてもこれぐらいはしっかりと裏波出せますので、よければ試してみてください。次に2層目を溶接していきます。溶接電流は 200A で棒は 3.2mm を使用していきます。今回はローリングではなく連続のストレートで細かい鱗を作っていく溶接方法で溶接していきます。この時に重要なポイントとしましては、トーチの角度を立てすぎてしまうと電流が高いので溶け落ちてしまう可能性がありますので、このぐらいの角度を維持しながら溶接をするようにしてください。逆に角度を倒しすぎると自分の出したい幅を出すのが難しくなりますので、僕はだいたいこのくらいの角度を保ちながら溶接をするようにしています。で、このように棒をちょんちょんと細かく入れていくことにより V ビードのような細かい波を作りながら綺麗な溶接をすることができます。この棒の入れる量が少なすぎてしまうと裏に溶け落ちてしまう可能性もありますので、 3.2mm と太めの棒を使用してある程度汚りを出しながらこのように進行していきます。この方法はローリングや切りながらのストリンガーよりも一番早い溶接方法かなと思いますので、よければ試してみてください。今の電流でのこの方法で溶接したい場合は板厚が 6mm 以上のパイプで溶接をするようにしてください。ガス管の 3mm のパイプなどでこの電流ですと絶対に裏に溶け落ちてしまいますので注意してください。3mm のパイプなどではこちらの方法を試してもらうのが早くて確実かなと思います。で、ビード外観はこのような感じになっています。 V ビードで結構綺麗な見た目のビードになりますので、ぜひ試してみてください。電流を低めにしてこの方法を試すとこのような感じでペタッとしたビードにもなりませんし、 V ビードのような見た目にもなりませんので、ある程度電流の高さは必要になります。次にステンレスのパイプをルート間隔を 1.8mm ぐらい空けた状態で溶接していきたいと思います。シールはこのような感じでリブをつけてセロハンテープで蓋をして溶接をしていきます。で、こちらが溶接映像なんですけど、電流はこちらも少し高めの 120A にして棒径は 2.4mm を使用していきます。溶接方法ですが、今の映像のようにキーホールを常に維持しながら溶接をしていきます。
で、方法としましては、片側にだけまず棒は入れていきます。で、片側へ棒を入れたら、もう反対側へ移動して、そちらでクレーター電流にして、また棒を入れる方へと移動して、そちらで棒を入れて、また反対でクレーター電流にしていくという方法で、このように切りながら溶接をしていきます。こうすることで電流が高くてもキーホールが広がりすぎることもないですし、電流が高いので隙間が狭くてもキーホールを常に作り続けることができます。この時に両端に棒を入れてしまうとアークを出している時間が長くなってしまいますので、キーホールがとても広がりすぎてしまいますので、片側にだけ棒は入れるようにしてください。それでも十分裏波はきれいに出てくれますので、この方法で大丈夫です。冷やしながら溶接をしたいので、この切りながらの方法で溶接をしています。で、最終つなぎなんですけど、電流は 160A に変えて、このようにプールが揺れたら棒を少しだけ入れるというのを繰り返してつないでいきます。で、1層目を終えたビード外観がこのような感じになっています。ドン付きで溶接をしたような見た目のビードになっているかと思います。で、裏波はこのような感じになっています。隙間が 1.8mm と狭くてもこのような感じで綺麗に裏波は出ますので、ぜひ試してみてください。で、次に2層目を溶接するのですが、このように磨いてから溶接をしていきます。で、2層目は今回ストレートで切りながら溶接をしていきたいと思います。電流は高めの 140A で、棒径は 3.2mm を使用していきます。先ほどの鉄と溶接方法は似ているのですが、ステンレスでは連続で溶接をしてしまうとすぐに裏に溶け落ちてしまいますので、このように切りながら溶接をするようにしていきます。鉄と違う点は電流を少し下げているということと、切りながら溶接をするということだけです。で、先ほどの方法で溶接を終えたビード外観がこのような感じになっています。どうしても電流が高いので焼けついてしまいますので、急いでいる時などにこの方法は試してもらえばいいかなと思います。で、今回の高電流での仕上げ方のタングステンの角度なんですが、幅を出したい場合は少し縦気味にして、幅をもう少し細く仕上げたい場合や溶け落ちが怖い場合などは少し倒し気味にして溶接をするようにしてみてください。はい、これで今回の隙間が狭い場合の溶接方法についての紹介を終わりたいと思います。どうしても隙間を空けた場合は後半隙間が縮んできて狭くなる場合もありますので、そういう時などにも活躍する方法かなと思いますので、ぜひ試してみてください。それでは今回も最後までご視聴ありがとうございました。